どうもご無沙汰してます。どうもご無沙汰してます。こんにちは。やっと会いました。いないかと思った。この間ティーダさん撮らせてもらって、今日は来てないんだよな。みたいですね。先週か先々週の日曜日燃えて。燃えたってどういうこと？バイクが走ってる時に燃えて、マフラー真っ黒焦げですよ。何キャブから引いてたとか？キャブじゃなくてね、燃料が薄かったのか、煙がバーって出て止まってメラメラ。じゃあボビーさん、ちょっとインタビュー取らせてもらってもいいですか？改めてボビーさんが今なんていうバイク乗ってて、どういうバイクなのか、いつから乗ってるかとかってちょっと教えてもらってもいいですか？なんで嫌そうなんですか？いや、ちょっと面倒くさいじゃん。ちょっとバイクが何なのかなから。もともと国内もの KH250 ですよね。でそれにもう1台あるけど、それを2台同じじゃ面白くないんで、足回りをキャストにしたりとかで、エンジンをボアアップしたりとかで、ただのケチでもつまらないし、でとりあえずマッハの外装あったんで、マッハの外装をつけたりとかね。結局ね、多分荷重電とあとガス欠で燃料が薄かったのとで結構熱持ったみたいで、マフラーから煙と火が出て、で多分熱持ちすぎてて、でとりあえずトンネルの中で火ついちゃったんで、とりあえずコックオフにして鍵オフにして、まだエンジンから上には火がついてなかったんで、とりあえずその場でどうにかして消して、エンジンかかりそうだったから。このバイクはゴミでできてるから俺しか知らないよね。言われてます。いいね。この太さはすごいですよね。ちゃんと引き抜けるようにチェーンも。本当だ。ちなみにこれ抜いてみて。多分出来になりそう。音圧全然違います。一回やっぱ2サイクル乗っちゃうと多分4サイクルは乗れないんですよ。どういうところがやめられない？多分ね、楽なのもあるし、楽って言い方は失礼かもしれないけど、もともと俺も4サイクルとかも好きだったし、でハーレーとかそういうのも好きだったし、ただもう結構最初のうちからもう2サイクル乗り慣れちゃってるような感じだったんで、あとはもうそれ乗っちゃうとちょっと刺激が少なすぎる。やっぱり走りの面でっていうところですか？あと楽っていうのはどういうところなんですか？やっぱメンテ的に楽じゃないですか。別に修理なんかもともとほら自分で整備やるから、修理なんかは確かに4サイクルの方が
面倒くさいし、これなんかだってシリンダー外しちゃえば、シリンダーヘッド外しちゃえば簡単にシリンダー外れるじゃないですか。フォーサイクルなんかはその上にもう一個やっぱりカムだのなんだのってついてるじゃん、バルブ。その構造的な話でってことで、普通はね、割とオイルで汚れるとか、オイルを足さなきゃいけないとかで面倒くさいっていうのが割と何もしないで乗る人の感覚だと思うんですけど、やっぱりボビーさんの場合は自分でいじる前提だと中のメカ的な設計が単純だからいじってると楽しいですよね。だからやっぱり今のより昔のボロいバイクいじれた方が面白いですね。そうか、構造も割と設計が見えやすいっていうところはあるのかもしれないですよね。であとはほら例えば動かなくなってもここまで電気が来てるから、こっから先からここの区間で多分どっかで断線してんだろうなとか、そういうやっぱりメガエンジニアなんでしょうね。そういうロジカルに詰めていくのが多分好きっていうのは。だから教えたわけじゃないけど、せがれもよく自分でバラしてやってるし。いじれる人間がね近くにいれば別にほら自分が乗りたいっていうバイクに乗ればいいんだろうし、それを例えばどこどこが悪いからって交換したから、いやそこだけじゃないだろうっていうのもあるし、例えばバッテリーが上がっちゃってるからバッテリー変えました、でもやっぱりまだダメでしたっていうのはバッテリーがダメじゃなくて結局その先の発電とかそういう問題だったりとか、だからそういうのがある程度分かれば2サイクルなんかはねもうある程度オーバーホールしてやれば面白いから、原チャリだって面白いしね。じゃあむしろ2サイクルをどんどん分かりやすいんだからそう乗ろうよっていう感覚ですか。面白い乗ったら面白いし、ただあんまりでもスピード強になってもダメだよねまあスピード出ちゃいますからね。ただあんまりゆっくり走っててもねほらマフラーによっちゃすぐかぶっちゃったりするから。自分の中でだいたいいくつぐらいまで乗ってたいなみたいなのってあるんですか？いや何歳まで？何歳まで？あまり自分の年齢確かにね動きは悪くなってるし、あんまり自分の年齢考えたら多分バイク乗れないよね。だからうちの親父も最近まででかいの乗ってたし、そうなんだ。すごいすごい。でかいのっていうか結局足がだんだん不自由になってきて、でやっぱりでかいスクーター乗ってたんだけどひっくり返ったら起こせないんだよなんて言ってたからだから起こせないっていうか、もともとほらスクーターのでかいやつって結構重たいじゃないですか。いや俺でも起こせないよって言ったんだけど原付でいいって言ってたんで、原付いきなり原付で道路を30キロしか出せないっていうのも無理だろうなと思ったから、とりあえずボアアップして構造変更してやって、で別のナンバーで一般道しか走れないけど一応車と同じ速度じゃないですか。で 80cc で登録して。それはボビーさんが全部カスタムしてあげたんです。そうそうそういうバイクを買ってあげたんじゃなくて、いやもともとほらジョグだったら小さいでしょ、ジョグを2サイクルの最終型のジョグをボアアップして、で区役所行って構造変更、エンジン排気量でかくしたからって構造変更して。これボビーさんずっと乗りますね。でも
最近はチューブ用のパンク修理も持ってるし、チューブレス用も持ってるじゃないですか。あとはでもレギュレーターとレクチとピストンゴムです。ピストンですよね。ピストンを持ち歩いてるっていうのが結局それって手先でエンジンを下ろしてでエンジン開けてピストンを入れ替えることを想定してるってことですよね。だから一番ひどい時はあれここまでバラしてクラッチ確認したこともあったし、だからあとはコンロット外したりとかもあるし。僕だってフェイスブックで見たことありますもん。途中でエンジンを下ろしてピストンを交換してエンジンかかるようになりました。すごいですよね。でこの間ティーダーさんに出てもらった時にいろいろ話してもらって、でやっぱりそのティーダーさんはその油の先輩たちのことをすごく尊敬してる感じがあって本当に手足のようにティーダーさんはまだちょっと自分の手には余るバイクだっていう感覚もあると思うんですけど、その先輩の人たちは本当にもう自分の手足のように乗りこなすし、壊れてもすぐにもうその場で直しちゃうっていうのが多分そういうボビーさんのことも含まれてるんだろうなと思いながら聞いてはいました。大体あとこんだけ乗ってれば壊れるとこも分かるし、この間もやっぱりフロントのやっぱベアリングを交換したりとかもしてる。でそうするとほぼもう自分の、ケッチのその不具合とかトラブル起きても分かんない、手に負えないことはないってことですか？ないですね。でほら助手もいるし。でそれを商売にするとかいう発想はないんですか？ないです。ないんですか？やっぱほら自分で乗るから汚くていいけど、お客さんいたら汚いってわけにいかない。これってこういう状態っていうのも僕から見るとこんだけ知ってってやってるから意図的なのかなって思ったりはするんですけど、ただブレーキより垂れたまんまになってるだけで意外とあれなんですね。汚れは気にしないってことですか？最初一発目は気になったけどもういいかなと思って。以前出てたボビーさんとか、ボビーさんとやっぱピストン持ってるじゃないですか大丈夫大丈夫みたいな、何かあっても大丈夫だからみたいな。で結構みんなすごいなんだろうな、トラブルがあった時もやっぱみんなで対処してくれるんで、一緒に走り行く時先輩たちはもう本当に体の一部みたいな感じでパッとエンジンかけて、でパッと調子悪くてもパッてその場で直すんですよ。当時の話はね、俺なんかよりその辺の周りに止まってる方が結局ほらそんなにバンバン出てたわけでもないし、結局周りはほらもう日常茶飯事で走ってた人間ばっかだから。ボビーさんもでもずっと乗ってたことは乗ってたけど修理しに来たりとかそんなのも結構多かったから、もともと中学の時からポイントいじったりとかしてたから。どうですか？ちょっとボビーさんと僕って、多分ちょっとだけ年齢が離れてると思うんですよね。だからその感覚的に暴走族って一言言っても多分捉え方ってちょっと違うのかなって思ってて、で結構ちょっと僕より上の世代になるとなんかね、暴走族って言葉をちょっと嫌がってるなって感じる時があるんですよ。当時の話聞かせてくれとか言うと、いやちょっとその辺はちょっとあんまりとかって結構上の人って言ったりとかするんですよね。なんかいやそういうのもありますよ。ありますよ。でなんていうんですか。いややっぱり仲悪かったりとかで、やっぱり今仲良くしてても昔はやっぱり結構仲悪かったんで、だからここでパーって見る限り俺の視界に10人ぐらいは仲悪い人間
同士揉めたりとか実際にしてたと。いやしてましたね。で結構仲良くなった時にやっぱりよくどこどこ駅に行っていじめられたとまあ俺がいじめたわけじゃないですけど、まあその場にいたかもしれない。そっか、やっぱりそのグループとかチームがあって、そこで横でつながってる人たちと揉めたっていう話になると、やっぱりそこでつながったりとかしてるから無関係ではない感じになっちゃう。それってでもボビーさん的にはもうだいぶ時間が経ってもそういうのっていうのはいや別に、だからどうなのっていうのはないけど、ただやっぱりねまあいろいろあるんですよ10代の時にやっぱりちょっとYouTube は無理。別にほら別の話だったらいくらでもいいんだけどじゃあ分かりました。小木さんありがとうございます。ありがとうございました。彼同級生。あ、同級生の。10代の時からじゃあ油のメンバー。正統派で、あっちに商船っていうあっちにショップ出してるんで、じゃあショップの方。はい、そうです。それは失礼しました。赤白のオルドール置いてあるんで、よかったな。やっぱボビーさんあれなんですね。結構いろんな若い人もねお友達だし、まあこういうね油見っていうまあ昔ながらのチームもだし、こういう正統派の人とかやっぱりこういう範囲というか人望がやっぱり結構幅広いんだなと思って。いやそんなことないですよ。ただ出会いを大切にする